皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは、数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。今回から第3章に入ります。努力というものは積み重ねることが大切ですね。ようやく酵素反応の基礎式であるミカエリスメンテン式にたどり着きました。ミカエリスメンテン式は生物科学分野で最も知られている式です。本式は基質 S が酵素 E の触媒作用により生成物 P になるときの反応速度 V を表します。式中には基質濃度 S のほかパラメータである最大反応速度 Vmax とミカエリス乗数 Km が含まれています。また基質濃度の時間微分を表す1式を解くと基質濃度の時間変化が得られます。ミカエリスメンテン式は酵素反応の特徴を簡単にかつ正しく表すため、多くの研究者によって反応速度解析に利用されています。今回の動画ではこの理由についてお話しします。1800年代になり、生体内に後に酵素と呼ばれる生体触媒の存在が知られるようになりました。そして1850年頃より酵素により基質が生成物へと変換される挙動を数式で表そうとする速度論的研究が行われるようになりました。しかしその当時の反応速度式は質量作用の法則に基づくべき乗速型式であり、本式は酵素反応のメカニズムを考慮していなかったため、その速度論的特徴を正しく表すことができませんでした。1890年に生成物が生じる過程で酵素と基質の中間体形成が提案され、以降、酵素反応のメカニズムに確証が得られるようになってきました。そして1900年の初め頃からそのメカニズムに沿った速度式の探索が始まりました。その突破口を開いたのはフランス人のアンリでした。彼は1903年の論文で中間体の生成を仮定した酵素反応速度式を提案しました。本式はミカエリスメンテン式と同型の式でしたが、当時はまだ実験技術が未成熟であり、彼が使用した実験データが正確なものでなかったため、導出した式中のパラメータの物理的意味が不明のままになりました。1913年にミカエリスとメンテンは、この頃までに確立された実験手法や測定技術を駆使して、アンリの実験データを追試しました。そして、より正確な実験データをもとに、現在のミカエリスメンテン式を提案しました。彼らの仕事は明らかにアンリの論文を基本としています。したがって、正確にはミカエリスメンテン式はアンリ・ミカエリスメンテン式と呼ぶべきですが、悲しいことにアンリの名前は削除されています。これはアンリの名前を入れると名称が長くなるというのが一つの理由かもしれませんが、皆さんは本式の設定にあたってアンリの業績を決して忘れるべきではないと思います。ミカエリスとメンテンの式の導出は中間体の生成が迅速であり、中間体から生成物が有利する過程が立則であると仮定する迅速平行法によりました。1925年にブリッグスとホールデンが中間体の形成過程に定常状態近似を仮定する定常状態法による反応速度式を提案しました。それではミカエリスメンテン式が多くの研究者によって受け入れられている理由を述べましょう。
このことを第2章で示した図を使って説明します。サズは錦を使って基質諸濃度を変えて計算した5分ごとの基質濃度の変化を丸の記号で示しています。実線は錦による計算線です。どの基質諸濃度においても基質濃度は指数関数的に減少することがわかります。実験データは酵素反応により得られたものなので、その反応メカニズムに基づき導かれた錦による計算結果とよく一致しています。渦は算式による計算結果をサズのデータと比較したものです。算式は質量作用の法則により導かれたべき乗則型式において、式中のパラメータを S0 イコール 1×10 のマイナス5乗モルパーリッターの時のデータに適合するように決定したものです。明らかに算式による計算結果はこの基質諸濃度以外のデータと全く一致していません。これは質量作用の法則により導かれたべき乗則型式が酵素反応のメカニズムに基づき導かれた式ではないからです。ところで、2式と3式の反応速度 v は基質濃度 S の関数となっています。そこで2式と3式により計算した v と S の関係を次の図で比較します。図中の丸印は2式において一定間隔の S の値に対する v の値を示したものです。この v の値は酵素反応で測定される初速度データに相当します。2式による計算線は S の増加とともに最初は直線的に増加し、その後曲線となり最終的に一定位置に収束します。これは反応を触媒する酵素の量が一定であり、その触媒能力が最大となったとき、反応速度は最大値を取ることを表しています。一方、算式による計算線から v は S の増加とともに最初からずっと増加し続けることがわかります。物質生産を行う場合、基質濃度を増やすほど反応速度が増加することはありがたいことです。しかし、酵素の量は有限であり、その触媒できる速度には限りがあるため、このような無限まで反応速度が増加することは決してありません。例えば、郵便ポストに投函された郵便物を集め、これらにスタンプを押す作業を例に考えてみましょう。投函された郵便物がある一定の速度で郵便局へ搬入されるとします。郵便局では係員が郵便物にスタンプを押しています。スタンプが押された郵便物は各家庭へ配達されます。郵便物の搬入速度が小さい場合、係員は円滑にすべての郵便物にスタンプを押すことができます。搬入速度が増加すると、係員はスタンプを押す速度を大きくするでしょう。しかし、搬入速度が係員のスタンプを押す能力を上回った場合、どうなるでしょうか。郵便物の量にかかわらず、単位時間にスタンプが押される郵便物の量は一定になり、一方で、未処理の郵便物が机の上に高く積み上げられていきます。この例では、係員は酵素、郵便物は基質、スタンプを押す作業は酵素の触媒作用、スタンプを押された郵便物は生成物に相当します。すなわち、酵素が基質を生成物へ変換する速度には限界があるため、
いくら基質濃度を高くしても反応速度は最大の変換速度以上にはならないのです。このように見返りスメンテン式は酵素反応に対して反応中間体の生成を考慮に入れた簡単な反応メカニズムを使用することにより、酵素反応の特徴を見事に表現することに成功しています。本式が現在の多くの研究者により受け入れられているのはこのことが主な理由です。今回の動画では見返りスメンテン式 MM 式はなぜ受け入れられたかについてお話ししました。その内容をまとめます。1、質量作用の法則に基づく液状側型式は基質初濃度の限られた範囲の実験データだけしか正しく表すことができない。本式による反応速度は基質濃度の増加とともに無限に増大する。2、見返りスメンテン式による反応速度は基質濃度がある値以上に高くなると最大の反応速度の値へ前進し、決して無限に増加しない。この変化は実際の反応系の特徴を表す。3、見返りスメンテン式が現在多くの研究者に利用されている主な理由は、本式が酵素反応に対して反応中間体の生成を考慮に入れた簡単な反応メカニズムを採用することで、酵素反応の特徴を見事に表現することに成功していることによる。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。